こんにちは、空き缶で武器を作る人です。突然ですが、私が空き缶工作をするとき、やたらに多用しがちな形があります。それがこちら、横幅 9mm の四角形です。いつものように両端をつなげるよう丸めるとこんな感じ。このサイズは12分の1スケールに持たせるのに、ちょうどいい太さになります。では同じ形のまま横幅を 1mm ずつ減らして、同じように丸めてみます。すると、重ねた時にこんな風にぴったりと収まるのです。今回はこの都合が良すぎる特性を利用して抜刀できる仕込み図を作ってみました。展開図はこんな感じ。余白にはみ出してるのはちょっとしたおまけです。今回はモンエナ感を使います。仕込み図にはなんとなく真摯なイメージがあるので黒をメインカラーとします。左右になる部品、幅 9mm、縦 61mm。多分史上最長、うまく丸め込めるかな。組み立てる時のガイドも書いておきます。ここには表側だけに模様を入れたい。でも、鉛筆で下書き、みたいなことができないので、裏側から針で小さい目印を打って、それを頼りに表面側からなぞります。わかりにくいけど、ライトと視線をうろちょろすれば何度か見えます。ニードルで塗装を剥がし、さらにボールペンでなぞって、模様を浮かび上がらせます。綺麗なダイヤ模様にできました。どんどん切り出しましょう。最初に話したようにほとんどが筒で構成されているので、丸めるだけの四角い部品が多いですね。時々出てくるデザインナイフは、切断面の面取りしてます。数少ない緑のパーツ。色の関係ないところは成分表示などから切り出しているのですが、よく見ないと全然違うとこを曲げちゃったりするので、つま先で感触を確かめながら慎重に。この辺は鞘の装飾パーツ。一層外側なので幅 10mm。この部品でラスト。切り出し完了しました。おまけ用も前回の余りから切っておきました。組み立て、まずは鞘側を丸めます。こいつが整わないと他の調整もできませんので。ですが、普段は長くて2センチとかなので、慣れてなくてめちゃ時間かかりました。長いので丸ごとカット。はい。調整も合わせて15分くらいこねくり回してましたが、何度か形になりました。やったね。ダイヤ柄も破綻してません。丁寧にやった甲斐がありますね。似たようなやつはどんどこ丸めていきます。これは剣の持ち手になるところ。断面と模様の角度を合わせて目立たないようにしてみました。筒状にするやつはこれで揃いました。バックマンみたいな部品は円錐状に。杖として握る時のグリッド、なんと1パーツ。ブレード部分は過去に作ったレイピアの図面を転用しました。
んで、この謎に複雑な部品。さやかただの筒だとつまらないので、ギミックを仕込みます。爪楊枝を削って軸パーツを作成。刃物っぽい部品を組み合わせて接着。その上からカバーかぶせます。これで引き出し式の隠し刃ができました。そしたらいよいよ全体を組み合わせていきやす。ポコポコ重ねるだけなので楽しい。装飾パーツは凹凸が噛み合うようになっていて、回転と脱落をしにくい仕組み。今までのやつを組み合わせれば仕込み図は完成。おまけもささっと作っちゃいます。今回持ってもらう子がマジシャンっぽいと思ったので、小道具のミニシルクハットを作ってみました。ついでに作ったものの方がなんかいい感じになることあるよね。というわけで12分の1仕込み図完成。頭身のグリーンは毒液とか仕込んであるイメージ。正状態では黒と金のツートンカラーで大人な印象。抜刀してみましょう。鞘の先ギリギリまで剣があるので仕込み図としてはちょっと長め。隠し刃の展開。取り外して出して戻すだけ。引っ掛けて転ばせたりするよう。似合いそうな人に持ってもらいました。これが仕込み図だと知っていると裏稼業の顔があるマジシャンみたいに見えるかも。ステッキとしてはちょっと長めでした。カットの固定は不織布を使って前髪パーツに挟んでます。以上、空き缶仕込み図でした。今後も不定期にやっていくので、フォローやいいねしてもらえると喜びます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またね。